はい、JMN の吉田です。よろしくお願いいたします。今日は東京の米田先生と、でも育毛のレシピを一緒に作りたいなと思ってます。またね、いろんなお話をしてもらうんですけど、米田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。米田先生、どっちかっていうとメディカルもすごくやっていただいてるんだけど、実際にメンタルの方のお話を、聞くのがすごく多いですよね、実際ね。はい、そうですね。メディカルアロマってあんまりよくわかんない感覚がうん、あるんですけど、うん、実際に聞くお話っていうのは、やっぱりメンタルのお話が一多いです番ね。最終的に多いというのが印象です。はい。僕も実際にちょっとね、検索エンジンなんか調べたら、やっぱりストレス感染症っていうの多いですね、実際ね。そういうはい。のね。それでは今日ちょっとね、ストレスで育毛も関係あるんで、うん。先生に育毛のレシピを、ちょっとご紹介してから作ってもらおうと思います。それではちょっとレシピをご紹介いたします。はい。これが育毛ウォーターのレシピですね。実際にハイブリッドオイル2ミリ使います。これはね、ひまわりの油なんですけど、ちょっと特殊で自然のものなんですけど、水にも混ざるひまわりの油なんですね。油にも混ざると。これを中和剤として使います。精油が油なのでね、やっぱりね、これを混ぜなきゃいけないので、ゼラニウムエジプトが2滴。で、実際これはね、自律神経の安定っていうのがありまして、ストレスにもいいかなってことで入れたらと思います。それから赤松ヨーロッパ。これ血行促進、すごくね、うっ血、うったいがありまして、ピネンという成分ですけど、あと競争作用があります。そしてクラリーセージ、スクラレオールというエストロゲン作用がありますね。これも2滴入れます。で、ローズウッドはこれ毛根の細胞活性、D リナロールという成分があるので、これを2滴入れてます。で、ここにですね、現役シリーズのフコイダンって、これ、実はもずくなんですね、実際ね。ここから取った成分で、トンガという国があるんですけど、沖縄のもずくの10倍成分が入ってるんで、これを1ミリ入れます。そして、ソイシード。これ大豆ですよね。種ですね、シードですからね。これ実はこれね、やっぱりエストロゲン陽作用があります。で、実はクラリーセージの140%あるので、やっぱり髪の毛ってエストロゲンに関係ありますから、実際にね。これを入れようと思って入れました。あと、フコイダンはね、さっき言うの忘れたけど、皮膚をちょっと柔らかくしてくれるんですね、頭皮をね。で、生えやすくなると。で、お水、これ水道水でいいです。は 100cc。い。ね。だから実際にちょっと防腐剤が入っておりませんので、できたら冷蔵庫とか、涼しい場所に置いていただいた方がいいかなと思いますね。で、これ使い方なんですけど、朝晩ね、ちょっと気になるところに振りかけて軽くマッサージしてもらうと。これでいいと思います。それでは今ね、共有外して、それでは米津先生に作ってもらいたいと思います。じゃあ、カはい。メラを変えてお願いします。はい。じゃあカメラ切り替えます。はい、はい。こちらが、容器になりますね。はい、100ミリ入る容器になってます。はい、で、こちらがハイブリッドオイルではい、すね。で、ソイシードとはい、フコイダンはい、です。で、精油が4種類はい、用意してますね。はい、で、はい、あと水道水100はい、ミリ準備しております。はい、はい。じゃあ始めますはい、ね。ハイブリッドオイルが2ミリですけれども、こはい、れ1プッシュでだいたい1ミリ入りますので、2回入れます。はい、はい。で、ゼラニウムエジプト精油ですね。はい、こちらを2滴。はい、はい。で、赤松ヨーロッパ精油はい、を2滴。で、クラリセージ精油を2滴。はい、で、ローズウッド精油ではい、すね。こちらも2滴入れます。はい。で、次、現役美容液なんですけれども、シリンジっていうね、この注はい、射針みたいなものを使います。まず、フコイダン入れていきます。1ミリなので、これ1ミリ入るシリンジになってます。はい、はい、はい。
で、今度はソイシードです。はい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 。で、お水を100ミリ。これは水ですから入れてもすぐ入荷しますね。白はい。くなった。はい。これで少し軽く振ってはい。完成です。ああ、すごい。はい。ありがとうございます。はい。おあれはい。はい。やりました。ありがとうございます。はい。自分で見せて、ちょっとこうやって。はい。はい、はい、いいですね。これを朝晩塗っていただいて、まあ、ね、いいっていう方、いろいろおられますよね。はい。実際に、ストレスでも髪の毛が薄くなったり、更年期でも薄くなったりする方もいますし、ね、米津先生、どういう体験ってございますか？はそうですね。い、私は、自分ですけれどうん。も、何年か前にその感染症が流行った時に、はい、はい、はい。ちょっとストレスがやっぱりちょっとあっありまたみたすね。いで、うん、すごい、毛がこう、抜けることが多かったうん、んですけうん、うん。うども、ん。はい、お部屋の掃除をしてた時に、やっぱり毛がすごい多いなっていうのがね、あって、それが、やっぱり辛かったんですけれども、このレシピをですね、使って、朝晩ですね、頑張って使っていました。はい。いいですね。はい。使った方でなんか他に生徒さんとかおられます？そうですね、はい。もう一つ、タカニールローションっはい、はい、はていうい。あるんですけど、まあ、そちらの方を一緒に併用して使っていただいて、結構ツン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 毛がどんどん生えてきて、はい、ふさふさというか、はい。そうですね。だからニルやっぱり観光素で毛根活性薬で、休毛って女性はね、3年間休んでる毛穴があって、男性5年なんですけど、そこから早く生やしますから、本数が増えてね、やっぱりね、張りも出てくると思うんですね。実は僕もね、使ってた一時期、危ない時期があったんですね。どっかを見ると僕の頭の写真がどっかで出てるところがあって、この間言われたんですけど、使用前、使用後で結構ね、すごいのがあった。今全然ないですよ、僕ね、全然ね。すごいですね。やってます。はい。男性の方が気にするの多いじゃないですか、やっぱり。ね、はい。で、実際にもう一回使うとずっと使う人も多いしね、実際ね。うん、ただこれやっぱりちょっとね、防水入ってないで、やっぱりさっきも言いましたけど、冷蔵庫に入れていただいたり、はい。あんまりこう、僕も実際にお風呂場に置いといたときに、あったかいじゃないですか、脱衣所が。で、ずっと入れたら、やっぱり1ヶ月ぐらいちょっと臭いなって変な匂いになって、あ、水腐っちゃったと思って使わなかったことがあるので、やっぱりそういうちょっとね、涼しいところに置いていただいたり、ちょっと匂い嗅いで変な匂いしたら腐ってるから使わないでくださいって感じですよね。お風呂のうん。前に使うっていうのも、いいですよね、実際ね。うん。はい。で、本当にとにかく2回使って、朝晩使ってほしいな。朝晩。はい。で、なんか整髪料とか油のものを塗っちゃうとちょっと浸透しにくくなるんで、お風呂上がりでもいいですし、逆にね、頭なんか男の人がつけてる場合はね、その方がいいかなと思いますね。あと朝ね、なんかこう、整髪料つける前に使っていただければいいかなと思いますね。はい。で、実際に米田先生はこういうストレスでやっぱりね、男の方も相談が多いと思うんですけど、やっぱり髪の毛の問題もあったりしますね、実際ね。はい。で、実際に米津先生は今、ホームページ、後で下にね、説明欄につけておきますけど、無料で、なんだろう、不眠症とか睡眠の講座もやってらっしゃるんですよね、実際ね。で、そういうの、全然ちょっと興味あるなって方は、URL をちょっと見ていただいて、米津先生にご相談していただいたらいいかなと思いますし、実際にストレスのいろんなこともご相談やってますので、ちょっと悩んでる方はね、ぜひお問い合わせしていただいたらいいかなと思います。はい。じゃあ今日先生、ありがとうございました。はありがとうございます。い。失礼いたします。失礼します。